スパダーリ帝国最高幹部の一人クイーン・ローレルがロレトレマンとの戦いで勝利目前のところから逆転負けした件について同じ最高幹部としてその失態を咎めるダークアルダン。クイーン・ローレル、少々よろしいでしょうか。ダークアルダン。申し訳ありませんがこの後彼とデートなんです。急ぎの要件でないのであれば明日でもいいですか？お時間は取らせません。それにこれはスパダーリ帝国そのものの存続に関わる問題なのです。へえ。なので少々お付き合いください。あら、ダークアルダンにそんな見つめられたらどうにかなっちゃいそう。クイーン・ローレル。冗談ですよ、そんなに怒らないでください。わかりましたよ、少しだけなら付き合いましょう。でも手短にお願いしますね。では単刀直入に。クイーン・ローレル、なぜロレトレマンを仕留めなかったのですか？何のことですか？今日のロレトレマンとの戦いです。ああ、私も頑張ったんですけどさすがは私のライバルですね。逆転されちゃいました。クイーンローレルは攻めると強いけど直撃すると神走行だからな。でもクイーンローレルが攻め込まれてる時はエネルギードレインと桜ウイルスを体内に埋め込んでいる時でもあるから。ロレトレマンを拘束し必殺技のロレトレマンソードも抑え込んでいたにもかかわらずそこから逆転負けなどありえません。クイーンローレル、もしやあなた、手を抜きましたね。いえ、私はロレトレマンソードを手で抑え込んでいませんので手では不可能ですね。そういう話をしているのではありません。そういう話の続きを聞かせてほしいんだが。どこで抑え込んでいたんですかね。ロレトレマンソード、あの伝説の。せっかく動きを封じたロレトレマンと情熱的なキスに夢中になっている間にフラトレマンの救援を許しロレトレマンを取り逃がすことになったのです。獲物をいたぶるのはクイーンローレルの悪い癖ですよ。改めなさい。ここから救援できたフラトレマンが強者すぎる。ロレトレマンが見られながらは趣味じゃなかっただけかもしれないが。でもせっかくの大好物ならゆっくりじっくり味わいたいじゃないですか。私たちの戦いは遊びではありません。優秀な遺伝子を取り込むことでスパダーリ帝国を絶対無敵とするその目的を忘れたのですか？目前の勝利を逃したという今回のクイーンローレルの失態はスパダーリ帝国に対する裏切りですよ。この件はあのお方に報告します。ちょっと待ってくださいよ、ダークアルダン。なんです。言い訳など聞きたくありませんよ。お言葉ですがダークアルダン、ロレトレマンは手強いですよ。ダークアルダンのライバルであるアルトレマンと肩を並べるほどには、ね。成功法で遺伝子を奪おうとしてもおそらく途中で給料日前のバカ力を発揮し切り返されてしまうでしょう。なるほど、それは一理あるかもしれません。何の途中なんですかね。そら遺伝子を奪うんだから、なあ。切り返すってローレルの拘束からロレトレマンが脱出するとかじゃなくて体位チェンジとかそういう話？それゆえにまともな思考ができなくなる私のドレーンキスで精神攻撃を仕掛けたんです。確かに筋は通っているようですが、それでもあなたが無様な逆転負けしたことに変わりはありません。クイーンローレル、何か言いたげですね。確かに今日の私はロレトレマンに逆転負けしました。でもそれならいつもフラトレマンに勝てない魔界パティシエフラッシュだって問い詰められるべきでは？魔界パティシエフラッシュは私たちの力の根源たる重要なお菓子係です。多忙なお菓子作りの合間に戦闘に出てくださるだけありがたいと思わないのですか？まあそれはそうなんですけどね。でしょう？それにドクタータキオンの調合するやべえ薬をお菓子に混ぜて美味しく調理できるのは魔界パティシエフラッシュのみです。彼女のお菓子作りという協力があるからこそ私たちがトレーナーズの面々と夜の延長戦に突入しても戦い抜くことができるんです。しかも彼女は毎回フラトレマンと腕を組んだりベアハップを仕掛けたり膝枕をしたりして動きを拘束してくれていますから敵の戦力を確実に一人削れています。すみません、味方の戦力も1名減ってトントンなんですが。ヒーローを拘束し戦力を削ることだけは得意そうだなこの悪の集団。削るだけじゃなくて自軍の人員を増やしにかかるぞ。1月10日後に増えるんですね。わかります。毎年増えていく。最終的に悪の組織辞めるから人員マイナスになるんだよな。なお正義側も組織を抜けるから戦力的な均衡は保たれる模様。他の皆さんも必死に戦っているというのに。オグトレマンの財布に致命的ダメージを与える財布イーターオグリ。オグトレマンのマネーパワーが消えていく。スケトレマンと相打ちになっても連れ合いながら河口に落ちていったスケルクリムゾン。
最終話のスタッフロール中に実は生存していて二人で暮らしていることがほんのり示唆されるんだ。巧妙な作戦でドリトレマンを外堀から埋めていく明日のドリージェ。皆さんこんにちは、ドリージェです。もう許してやれよ。絶対に許さない。かつては私たちの仲間で今はトレーナーズにほだされたプリティジェンテルをボロボロになりながらも退けてみせるイービルシーナ。これは多分退けてるんじゃなくてまだまだ強くなって楽しませてくれそうとかそんな理由でジェンテルに見逃されてるやつ。鍛え上げた剣さばきでジュラトレマンを圧倒するもジュラトレマンの卑劣な囁き攻撃に敗れてしまったナイト・ジュランダル。実力的にはナイト・ジュランダルが数段上なんだろうけど褒められすぎてふにゃって実力を完全に発揮できず結局互角みたいになってそう。デュラトレマンの囁きってつまり剣さばきを褒められたんだろうな。なんて鋭い立ち筋だ。この連撃の速さ、ついていくのがやっとだ。こんなに重い一撃。剣が持たないかもしれない。剣技だけじゃない。身のこなしも達人だ。などの言葉にあえなく陥落。それなのにあなたは、恥を知りなさい。クイーンローレル、なんとか言ったらどうです。じゃあ言わせてもらいますけど。私だけこうやって言われるのはちょっと納得できないっていうか。なんですって？そもそもダークアルダンはさっきから一方的に私のことを好き放題言ってくれますけど自分はどうなんですか？私？毎回アルトレマンとの戦闘で怪獣されてるじゃないですか。そんな人に言われたくないなぁ。って。あれは、違います。違うとは？あれは、アルトレマンをスパダーリ帝国に引き込むための巧妙な罠なのです。別にそんな面倒なことせずに遺伝子だけ奪えばいいでしょう？もちろん理由はあります。あの方のようなたくましく心が清らかで頼れる殿方を懐柔すればトレーナーズの戦士たちの結束にも揺らぎが生まれるでしょう。現2名様は兄様、トレーナーズの戦士の一人であるラモトレマンを籠絡しています。ダストレマンが最初の犠牲者かな。スパダーリ帝国サイドっぽいからな、ダストレマン。さらに言わせてもらうなら私はアルトレマンをいつでも倒せますし望めば遺伝子だって奪えるんです。その根拠は？アルトレマンと様々な戦場で何度も交戦したこの私にはわかるんです。日をまたぐほどの長丁場の戦いもありました。そんな中で私は感じたんです。アルトレマンとの絆を。絆？私たちの敵なのに絆というのもおかしな表現かもしれませんよね。ロジャーとダープみたいなやつかな。でも戦いを繰り返す中で私ははっきりと確信したんです。私が心から望めばあの方は遺伝子を託してくれると。話になりませんね。クイーンローレル？聞き捨てなりませんよ。絆だなんていう形のないものが根拠？最高幹部の一人であるダークアルダンがそんな冗談を言うだなんてね。これを見ても同じことが言えますか？え？これは何だと思います？鍵に見えますが。正解です。それが一体何だと言うんですか？これはアルトレマンの部屋の鍵です。なんですって？つまりアルトレマンとの交戦中に隙を見て奪ったということですか？いえ、アルトレマン本人から直接受け取りました。アルトレマンから直接？お分かりですね。私はいつでもアルトレマンを奇襲することが可能なんですよ。それすなわちいつでもアルトレマンの遺伝子を奪えることに他なりません。なるほど。侮れませんね。さあ、もうおしゃべりはいいでしょう。私はこれからあのお方にあなたの失態を報告しに行きます。厳しい処分が下るはずです。せいぜい反省することですね。というかダークアルダンはこんなことしてていいんですか？何ですか？話をそらそうとしても無駄ですよ。ほら、あのモニターを見てください。そうやってごまかそうとしても通じませんからね。アルトレマンが一般女兵士と戦ってますけどいいんですか？え？ほら、見てください。そんな。このままだと交戦状態になってアルトレマンの遺伝子が奪われちゃうかもしれませんね。あなたは、あれだけ私に甘い言葉を投げかけておいて。私たち幹部ならそこら辺考慮できますけどさすがに一般兵になると手柄を立てるために必死ですからね。許しません。絶対に許しません。ならこんなことしてる暇はないでしょう。今すぐダークアルダン怒りの重戦車突撃でアルトレマンの上を取りアルトレソードを乗りこなした方がいいのでは？今日こそあなたを私のものにします。あ、言っちゃった。じゃあ私もデートに行ってもいいよね。
なんか今日の仕事で逆転勝利したってレーンで言ってたけどその話を聞かせてもらおっかな。メジレンジャーの後番組か？ケイトレマンの君が最初で最後の公的種でもいいと思ってるにケイオスミラクルが俺、変になると戸惑うのは名シーンでしたね。カレトレマンは防御特化すぎてつまらない。カレトレマンはカレンが相手の時だけステータスが増幅するだけで他の馬娘を相手にした時は正直雑魚だぞ。まあ他の馬娘と戦ってるといつもカレンが乱入してきて結局カレトレマンとカレンの一騎打ちになるんだけど。確かにカレトレマンがタイトレマンの援護に入った話では大気のハブ攻撃でカレトレマンも前かがみになってたよね。ブラッディスカイ弱すぎわろた。戦いが終わった後は全員恋人つなぎでお城のようなホテルに向かってそう。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。